皆さんごきげんよう、上川薫です。このチャンネルでは日本や世界の様々なニュースを紹介解説していくチャンネルです。情報の更新や整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともチャンネル登録してこれからも動画を見ていってください。今回取り上げる主な話題はウクライナ情勢の関連ニュースです。今回取り上げる話題はこの3つ。1、ウクライナの戦略攻撃。ロシアの戦略資源に対する遠距離攻撃を行うとともに、地上においてはロシア義勇兵によるゲリラ戦が展開されました。2、ロシア軍の整備率が低下しているのか、大型輸送機イリューシン76の墜落が報告されています。動画を紹介していきます。3、トランプ氏と会談したハンガリーのオルバン首相。トランプ氏はウクライナの支援にお金を出さないと発言しています。少しずつウクライナ軍の大型ドローンの量産が軌道に乗りかけているような雰囲気があります。以前そのことについて解説しましたが、今回でもウクライナが各地に突撃ドローンを放っています。ロシア側の発表によると、今回の攻撃で用いられたドローンの数は計24機。様々な地方に攻撃がされたようなのですが、成果を主に挙げたのは2カ所。国境から180キロ離れたオリオルと、国境から800キロ離れたノブゴロドの2つです。この2つの標的はどちらも石油関連施設という意味で共通点があります。ロシアにとって石油や天然ガスといったエネルギー資源は輸出するのにもいいですし、自給自足という面でも役に立つ資源です。そうしたエネルギー資源の生成や貯蔵庫を狙うことによって、ロシアの国内経済や外貨獲得の手段に打撃を与えようというわけです。ロシア軍の防空部隊はドローンによる被害はないと発表していますが、ご覧のように大きな火柱が上がり続けています。このような攻撃は確かに軍に対する直接的な打撃ではありませんが、一旦破壊された施設はしばらく使い物にならないわけで、その悪影響は後々まで引きずることとなります。そしてこれに呼応するような形で行われた地上攻撃がロシア人による義勇兵たちが集まった志願兵部隊です。ロシア自由軍団、ロシア志願兵軍団、シベリア大隊という3つのグループがウクライナ側で戦っています。これらの部隊がウクライナとの国境近くクルスク州とベルゴロド州に侵入し、ゲリラ戦を展開しました。左が今回の攻撃にあたっての声明を読み上げているところ、そして右の方がロシア義勇兵らによるロシア領への侵入です。これらの部隊、何もロシア領を占領しようというわけではなく、目的としては現在のプーチン体制下における戦争に対する反対運動をロシア側の人たちにもやってほしいという、いわば目覚めさせるための啓発活動のようなものです。もちろんそうした政治的な意図だけではなく、実際の軍事的な面においても意味はあります。ロシアにしてみれば、今のウクライナは守勢に回っているんだから、国境沿いに張り付いておく部隊はそれほど用意しなくてもいいだろうと、油断すればするほどつけ込める隙があるわけですが、そこに対して攻撃を仕掛けて、激戦が行われている場所以外の広い地域にももっとロシア軍を主戦線から引き剥がして配置させたいのです。これらロシア領に入った兵士たちは、ロシア軍からの本格的な反撃が始まろうかなという時には、さっさとウクライナ領へと帰還し、また次の機会を伺うこととなります。次に、ロシア軍の内情として整備が行き届いていないのではないかという出来事が発生しました。国境から700キロから800キロ程度のかなりの遠方にあるイバノバという場所において、大型の輸送機が墜落するという事故が発生しました。イリューシン76と呼ばれる大型の輸送機は、積載重量としては50トン程度のものまで運ぶことができるそうで、人であれば大量に運ぶこともできますし、物資であればかなりの量を輸送することができる大型の機体です。この機体にエンジントラブルが発生しました。その映像がこちら。エンジンの液から火が吹いているのが、地上からでもはっきりと確認することができます。別の角度からの映像もあります。どちらもそうですが、住民からしてみてもかなり低い高度で飛行機が飛んでいることがわかります。このイリューシン76は訓練飛行中だったということで、離陸直後にエンジンから火が吹いたのではないかと言われています。この後機体は街の郊外に墜落。墜落現場では黒い煙が延々と上がり続けました。
ロシア側の報道によると、乗員15名が今回の事故で亡くなったそうです。訓練中といったこともあり、大型輸送機ではあるものの軍事物資などは運んではいなかったかもしれません。ロシア軍の一つの特徴としては、戦闘行為で墜落する戦闘機やこうした大型輸送機といったものもあるのですが、それ以外の整備不良が原因だとされる墜落事故なども頻繁に起こっています。これらについては別にウクライナ軍の戦果というわけではなく、今まさにウクライナ軍を攻撃するための兵器製造などに人や物、お金をかけていることもあって、メンテナンスなどに予算が回っていないのかもしれません。予算があったとしてももともと整備不良が頻繁に起こっていたという話もありますから、このような大型の機体が落ちるというのはロシア軍にとっては日常茶飯事のことなのかもしれません。ロシアにおいては人命が非常に軽く扱われるといったこともあり、このような事故があってもさして気にしていない可能性すらあります。次の話題。トランプ氏再選ならウクライナでの戦争終結、ハンガリー首相。ハンガリーのオルバン首相はトランプ前大統領が11月のアメリカ大統領選で再選を果たした場合、ロシアと戦うウクライナ政府への資金援助を打ち切ることで、ウクライナでの戦争を事実上終結させるとの見方を示した。オルバン氏は10日に放映された自国メディアとのインタビューで、トランプ氏が極めて明確なビジョンを持っていると発言。ロシアとウクライナの戦争に資金を一切拠出しないとトランプ氏は明言したと明らかにした上で、アメリカがもしヨーロッパと共に資金や武器をウクライナに与えなければ戦争は終結する。アメリカの支援がない場合、ヨーロッパが単独でこの戦争の資金を賄うことはできないなどと主張した。ハンガリーのオルバン首相はつい先日アメリカに訪れ、バイデン大統領とは会談を行わずにトランプ氏とだけ会談を行いました。彼にとってはバイデン大統領と話すことはなく、トランプ氏が大統領に返り咲いたらということを想定しての会談だと言われています。その中で一つの大きな話題というのが、ウクライナへの支援をするかしないかだったというわけです。ハンガリーはロシアとのつながりが非常に深い国で、EU がウクライナ支援を行うための予算を作った時も、これに最後まで抵抗し続けました。また、NATO に加盟しようという北欧の国、フィンランドとスウェーデンの加盟申請があった際にも、最後までハンガリーが抵抗し続けるといったことを行い、ヨーロッパのウクライナ支援の大きな障害となっています。このようなハンガリーのオルバン首相がトランプ氏と会った上で、トランプ氏はウクライナに対して大統領になったら支援を打ち切ることで戦争をやめさせる気だというふうな発言をしたのは結構重要な発言だと私は思います。これまでトランプ氏は発言をコロコロと変えてきましたが、その主軸としてはバイデン政権に対する批判をまず第一に行うことが目的化していました。例えば初期の頃であればトランプ氏は積極的に軍事支援を行ってさっさとロシア軍を打ち払えばいいじゃないかといったような話をしていた時期もありました。しかしその後、バイデン政権が小出しではありながらも、だんだんと軍事支援のレベルを上げていくと、今度はバイデン政権を批判する方向へと舵を切って、バイデン政権の支援は全くの無駄遣いである。海外にお金をばらまくよりも、今は不法移民対策に全力投球すべきだ。そのようなことができないバイデン大統領は、まさに無能の極みだといったような話をして、その影響を受ける形で共和党の議員たちはバイデン政権によるウクライナ支援の予算案を阻止し続けるといったことを実施しています。しかし、そのような姿勢が続く中で出てきた言葉として、NATO 加盟国が十分な軍事予算を出していない状態が続くのであれば、そのような国は守る気がないし、なんだったらロシアに好きにしてしまえばいいとけしかけることもあり得るような話をしました。このような発言は共和党の支持者、トランプ支持者の人たちにしてみれば、そうだそうだ、アメリカは彼らの都合の良い軍隊として扱われるべきではない。お金ももっとアメリカのために使うべきで、ヨーロッパのために使うべきではないといった具合にして、トランプ氏自身の支持者にしてみれば問題のない発言でした。ところが、現在は共和党の予備選挙から次の大統領選挙本選へと向かう中で、彼にとっては自分の支持者だけではなく、共和党
民主党どちらにも属さない不動票をどれだけ取るかといったことも大統領選挙に勝つためには必要となります。そこで少しずつ発言の変更もあって、ウクライナに対する支援はアメリカからはお金は一切出さないような形、例えば融資のような貸付だったらいいんじゃないかといったような話をして、共和党の側はその原資として凍結したロシアの資産を元手としてウクライナに支援する、そういった案があるじゃないかという話などもし始めていました。しかしそれが今回のハンガリーのオルバン首相の発言によれば、そもそも全く金を出さないで終わらせるつもりだというのですから、貸付であろうともロシアの凍結資産を元手にしたような形であろうとも、それらがあくまでも大統領選挙を勝つための不動票を取るためのいわば支援をするポーズだけに過ぎなかったという内幕を明らかにしたわけです。アメリカの大統領選挙は最後までやってみないとわからない部分はあるものの、少なくともトランプ氏が大統領に返り咲けば、彼にとってはヨーロッパでの戦争はヨーロッパに任せるといった方針を実現するような形で、アメリカによる支援は全く行わない姿勢を表明する可能性が十分あります。こうした姿勢をアメリカの特定支持層のない不動票の人たちがどのように評価するかはいずれ明らかになることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもこのチャンネルの動画を見に来てください。また、話を聞いて面白かったなとか納得できた、情報の更新に役立ったなど、様々なことを評価される方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。